やってきました。バッタの日、初夏だね。ということで今回はこちら、初代バッタさんと2代目バッタさん、この2台のノーマル比較やっていこうと思います。本当はね、380モーターつながりでホリデーバギーとかも一緒に走らせたかったんですけど、あの子は DT02 で4読なのでちょっとずっちいんじゃないかっていうことで、今回はシンプルにこの2台で楽しんでいきましょう。で、今回も2台とも ESC はホビーウィングクイックラン1060、サーボはサボックス SC1251MG。 バッテリーは当時よりも軽くなってしまうんですが、電力の差をなるべくなくしたいので2台とも同じ銘柄のリポバッテリーでやっていきますよ。では本日のお品書き。その1、最高速度チェック。その2、ジャンプ。その3、スラローム。その4、適当ジムカーナ。今回からね、ジャンプとスラロームは失敗率高いので分けてやっていこうと思います。ということで早速やっていこうと思います。では行くでは最初に最高速度チェック。まずはグラスホッパーから。最高速度はそんなに差が出ないと思うんですけど、何キロ出るかな、行ってみましょう。それでは行くぞ。では結果見ていきましょう。こちら、最高速度が19キロでタイムが 5.48 秒。なんか今までになく速度が不安定だね。まあ一旦これで次行ってみましょう。じゃあ次グラスホッパー2も行ってみましょう。予想では速度は同じはず。安定するかな。行ってみよう。めっちゃ鳥鳴いてんな。ほえー、あんな鳴きながら飛ぶんだ鳥って。それでは行くぜ。では結果を見ていきましょう。こちら、最高速度が19キロでタイムが 5.39 秒。初代グラフよりタイムはちょこっと速いんかな。グラフ見るとスピードは比較的安定してる。でも最後ちょこっと落ちてるね。まあ予想通り最高速度は19キロと同じですね。じゃあ細かいことは最後帰ってまとめるとして次の種目いってみましょう。それでは第2の種目。壊れると良くないんでジャンプの前にスラロームやっちゃいます。ということでまずは初代グラスホッパーからいってみましょう。なんかちょっと不安な動きしてたね。頑張っていただきましょう。もう一回行こう。こいつはやばいぞ。気を取り直していってみよう。惜しいな。もうワンチャン。これでダメなら諦める。いくぜ。
いやこれうまいこと操縦してた当時の子供たちマジすごいね。切ったら瞬間で回るよ。これマジでむずいね。次行ってみましょうか。では続きましてグラスホッパー2、すでに軽快だね。こりゃ期待できるぞ。行ってみよう。もう一回行こう。めっちゃアンダーだ。悪くないけどめっちゃアンダーだね。初代と2で性格真逆よ。ちょっと試しにグラホ2に初代のリアタイヤだけ履かせてもう一回やってみようかな。グラホ2に初代のタイヤをせっかくなんでフロントもつけてみました。これでどう変わるかな。行ってみよう。ちょうどいいかも。もともとがアンダーだからなんか帳尻があったような気がする。せっかくなので初代の方もタイヤ変えていってみようかな。これは握れる。行ってみようぜ。打って変わってアンダーステア。でも確実に帳尻が合ってる。どうしよう、このまま行きたいけど、でもキット標準のノーマル比較っていうコンセプトなのでタイヤを戻して次やっていこう。では次の種目、ジャンプ。ちょっとうちのジャンプ高めなのでうまく飛べるか分かんないですけど行ってみましょう。かっこよかったんじゃない？何も考えずにフルスロットルで行ったけどいい感じの姿勢でしたね。なんかいい意味で予想外。じゃあ2の方も行ってみましょうか。こいつはどうかな。行ってみよう。こっちもいいね。細かくは帰って見比べましょう。じゃあ最後ジムカーナーやっていきましょう。では最後の種目、ジムカーナー。グラスホッパーでコース説明していきますね。まずこのゲートをスタートしてジャンプ台とパイロンの間を通りつつ奥のポールの間をすり抜けて、でこのパイロンで
サブ6ターンで、そこからジャンプ台の周りとパイロンの周りで8の字で、最後にポールの周りをぐるっと回ってジャンプしてゴールすると。で、いつものごとくパイロンタッチは1秒、ゲート破壊は2秒のペナルティ加算というルールでやっていきますよ。ちょっと今日はね、起伏があるグラベルプラスジャンプも入れてみたんで楽しみですね。やっていこうか。それでは本番、グラスホッパーから3、2、1、ゴー。ねゲート破壊はしてないけどちょっとタッチしちゃったから1秒加算にしようかな。タイムは帰ってからまとめましょう。では次、ではグラスホッパー2本番いきます。3、2、1、ゴー。飛べてないのはいかん。もう一回行こう。それではいきます。3、2、1、ゴー。はい、もう一回行きましょう。気を取り直しまして、3、2、1、ゴー。今のはもう一回行こうか。これラストにして飛べなかったらマイナス2秒にする。いきます。3、2、1、ゴー。飛べなかったね。飛べなかったからプラス2秒加算かな。それで記録としましょう。でもちょっといやめっちゃ悔しいから最後にもう一回やっていい？初代グラスホッパーはこんな何回もやってないんでずっちりじゃん。なんでこれはおまけです。いってみましょう。3、2、1、ゴー。いやー楽しかったな。満足した。てか見て、こうなるみたい結果はおおむね予想通りでしたけど、お家帰ってまとめましょう。それでは帰宅。
はい、ということで早速それぞれの結果まとめていきましょう。まずは最高速度チェックですね。予想通り2台とも同じ速度ではあるものの、注目したいのはタイムと速度の波形の部分。ここにタイヤとリアサスペンションの差が出てる感じしますね。なるべくフラットな場所でテストしたので、サスペンションの差はあまり出てないと思いますが、やっぱり蹴り出しでグラスホッパー2の方が踏ん張ってくれるので楽でしたね。速度が乗った時をスローで見比べると、跳ねたせいで速度が安定してないっていう感じでもなく、ビンスパイクの方がしっかり砂をまき散らしているのを見ると、この速度が落ち着かない原因はタイヤのグリップから来てるのかなっていう印象ですかね。どうなんでしょうね。で、次にスラロームですね。これはもうね、グラスホッパーはマジできつかったですね。ローパワーなのでスロットル残してアンダーを出してリバースステアでリアを出すみたいな感じでいけるのではとか思ってましたけど、スロットル残ってるともうドアンダーでフロントが入らないんですね。で、スロットルを抜いてダを当てると素直に曲がると思いきや、今度は少しでもダが残ってる状態でスロットル入れるとリアが巻き巻きでなんともならないんですよ。なので次のパイロンへの進入角度にどんどんしわ寄せがいってしまうという感じでですね、スロットルもステアも少しでも欲張ったらもうダメでしたね。スロットルをオフにして最小限の打角で向きが変わり始めたら、すぐにステアを戻してスロットルをわずかに当てて、リアが地面を掴んでから優しく押す感覚でスロットルをタス感じで操作するとなんとか走らせれるんですけど、これに関しては本当にアナログサーボとか保持力が低いサーボを使った方が楽しく走らせれそうな気がしますね。で、グラスホッパー2は打って変わって終始ゴリゴリのアンダーステアなんですね。なので進入のラインが少しでも大回りになってしまうと、これまたターンが大きくなってしまってなかなかいいラインに戻ってこれなくなっちゃうのと、この進入ラインを作るための180度ターンでブレーキを使ってリアを飛ばさないといいラインから始められないので、そこが難しいっていう感じだったんですけど、いいところから入っていければ左右の切り返しは素直で、リズムに乗れば多少ラフな操作でも前に進んでくれる感じでしたね。逆にこのマシンでアナログサーブだったら辛かったかもという印象でした。ただ完全に真逆な感覚だったので、今回はどうしても気になってしまって普段はやらないタイヤの入れ替えを試してみたんですけど、まずグラスホッパー2にグラスホッパーのタイヤ、これは確かに操縦しやすくなったんですけど、やっぱりグラスホッパーでも感じたおっかなびっくり感っていうのがあって、単純に安定させやすいグラスホッパーっていう感覚でしたね。で、グラスホッパーにグラスホッパー2のタイヤ、これ最強っすね。180度ターンではちょっとリアが粘りすぎちゃう感じではあったんですけど、それでもうまくいくとパワーでスライドさせれて、左右のターンも程よくリアが流れて、スロットルオンでしっかり地面を掴んでくれるので走らせて気持ちよかったですね。なのでフラットな路面だったらむしろこの自由度の少ない足の方が食いすぎちゃう感じがなくていいのかもっていう印象でした。これはちょっと意外でしたね。そしてこれまた意外だったのがジャンプですね。2台とも何もせずに綺麗に飛ぶ。今まで走らせた車って踏み切る前に一瞬緩めて空中でスロットルを入れ直すとか、ちょっと小技を入れないと頭から着地しちゃうマシンがほとんどだったんですけど、この2台は何にも考えなくて OK。 ただフルスロットルで行くだけですね。強いて言うならグラスホッパーの方は空中でややフロントが浮き気味になっちゃうので、ちょっとスロットル抜いてもよかったかもっていう感じですが、グラスホッパー2は適度にフロントが落ちてきて理想的な姿勢に収まってくれる感じでしたね。さすがバッタっすね。これは飛ばすのがめっちゃ楽しいマシンですね。最後にジムカーナなんですけど、これはちょっと私が欲張ってジャンプを取り入れたのが良くなかったと思います。個人的にはすんごい楽しかったんですけど、結果はこれ多分私のメンタルの問題だなと。グラスホッパーはもう滑るのが分かってるので慎重に操作して辛くもゴールに運べたんですけど、グラスホッパー2だと果敢にスロットル入れれちゃうので欲張っちゃうんですよね。なのでタイム的にはもちろんグラスホッパー2の方が出しやすいんですけど、欲張ってミスる感じ。ただこれに関してはグラスホッパーにグラスホッパー2タイヤを入れても路面のギャップで暴れそうな感じではあったので、ギャップがある路面では予想通りグラスホッパー2が強いんじゃないかなと、こんな感じではあるんですけど、見えてきたのは初代グラスホッパーはタイヤを交換してしまえば結構優秀。そしてギャップがある路面だとそこではしっかりグラスホッパー2の優位性を感じられるので、これは甲乙つけがたい。ただキット標準でっていうところに焦点を当てると、タイヤの差と性能に余裕があるっていうところでやっぱりグラスホッパー2の方が扱いやすいマシンではありましたね。でも今回はどっちがいいっていうよりは引き分けということでどうか一つ。なぜならグラスホッパーを走らせてると上手
スになれそうだから、はい、今回も楽しませていただきました。いやーもうね、380モーター舐めてましたね。そしてそこにこのパドルタイヤをセットして発売したタミヤさんは、きっと380モーターでも少し暴れる感覚とか、制御するためにはどうしたらいいのかっていうところで、走らせる側が考えて対処する余白を持たせたかったのかもとか思っちゃいましたね。めっちゃ難しかった。でもちゃんとなんでそうなってるのかっていうのが分かりやすい動きでもあったので、グラスホッパーを走らせたら上手くなりそうな気がしますね。なのでグラスホッパー先輩には私の特訓に付き合っていただきつつ、グラスホッパー2にはまだ奥行きを感じたので、また他の比較をですね企てていきたいなと思います。ということで今回はここまで。あざした。終わりー。3、2、1、GO！最後の最後でジャンプ決まった